はい、皆さんこんにちは。リオの萩原です。今日は大阪のね南港エリアの方に来ております。で今日はね、格好を見てもらったら分かる通りライトゲームでアジングをねやっていきたいと思います。これからね秋冬アジング楽しい時期ですね。なので手軽にできるねアジング、しかも今日はワンタック、それにジグヘッド、これだけでできるアジングゲームをね紹介していきます。じゃあ早速釣りの方行ってみたいと思います。こんにちは。あ、ここまでなんだ。じゃあこの辺でやってればいいか。じゃあやりますかね。早速ちょうどね一番釣り開放区の奥側、概要が僕の画面左側にやって、その港湾部の奥の方ですね、一番端っこの方に来てます。で一応ここね開放してくれてる公園でこういうね開放区って書いてあるエリアがちゃんとあるんで、ここはね気持ちよく釣りができるのでね、ここでやってきます今日は。でまずねタックルだけ最初説明しちゃいますね。今使ってるのがね5フィートテトラワークスのリアクトの50っていうね5フィートの短いアジング専用ロッド、それにリールはね1000番ですねに、ラインの方がエステレライン、ポリエステレのラインの1ポンド、それに先っぽにリーダーをね60センチぐらいかな、ちょっと長めにこれぐらいの長さ取ってます。で早速バームをつけていくんですが、ここね僕ね初めての場所なので、水は割と茶色いっていうかちょっと緑がかってるようなちょっと茶色い系の色で、今ちょうど土干潮からちょっとずつ上げてきてる上げ潮になります。なのでちょっと茶色いんでデーゲームなんですけど、ちょっと派手なマスカットカラー、黄色っぽいマスカットカラー、これからいきますのツインテールのバーニー、これからいきます。なんでこれを選んだかっていうと、とりあえずねバーニー扁平でツインテールなので、ピンテールのねストレートっぽいワームの使い方もできるし、アピールをさせようとしてダート、そのアクションもできる。でカラーの方は今日ね僕の占いねレモン色がねラッキーカラーだったんで、ちょっとねレモン色に近いねマスカットカラーでこれでいきます。大事ですよこういうこと、本当に迷うでしょ結構ね、何色からいこうかな。基本好きな色でいいんです最初は。なので僕はこのシャインマスカット、このカラーのちょっとアピールの強いカラーからいっちゃいます。今日はふざけてると思うでしょ、真剣ですよ本当にね。これねワームはねまっすぐ刺してください。ちょっとでも曲がっちゃうと綺麗に動かないんでね。なのでとりあえず投げずにまず真下カウントします。 1g スナイペット S の 1g、 これね真下を目の前、竿1本分ぐらい目の前のところに落とす、ね、ここからいきますね。1、2、3、9、10、10カウントぐらい、 1g で10カウント真下がで、ちょっと大きい真正面、なるべく真正面の大きいフルキャストして大きい、そこも1、2、3、16、17、17カウントぐらい、ちょっとだけかけ下がってる、分かりますよね。キャストして風もあるんで、ラインね引っ張られちゃうっていうのはありますけど、それでもね7カウントも違うので、沖の方はちょっと深くなってる感じ。ちょっと太陽が明るい時間、デーゲームアジングどうやって釣ったらいいかなと思いますよね。そういう時にね狙うのね円筒別に必要ないんですよ実は。影、足元ね分かるかな、影できてるでしょ、明暗部、ここちょうどこの辺を境にこっち明るくてこっち側暗いですよね。この影の中にやっぱりちょっとずつ身をね潜めながら岸沿いをねずっとスクールしてバーっていう群れでね回ってくる、イワシとかアジとか結構ねそういうところ回遊してくるので、この影を狙います。こうやってキュッとちょっと左に投げる、左っていうかちょっと外側になる。なんでかっていうと影真上から来てるんじゃなくてちょっとね斜めに伸びてる状況なので、その際を狙ってるような感じで、明るい時間は比較的夜みたいにほんとティップだけもぞもぞって動かせるよりはちょっと強め、気づかせる役目と、もう一つがダートをさせてリアクションでねスイッチを入れて反射的に食わせる、この目的でちょっと強めに動かします。幅的には
こう夜でもこれぐらいゆっくり動かしてするじゃないですか。それと同じ幅だけどそれを速くやるんですよ。こうやってピュンピュンってワインドやってるような感じですね。タチウオとかしっかりとアピールをさせて魚のスイッチを入れて口を使わせる。なので今ね手前やってちょっと反応ないんでちょっと大きめを今度はやってみます。やっぱ明るい時間は結構こう回遊待ちの釣りとなるので、どのルートでアジがね回ってくるかっていうのは結構わからないことが多いですよね。そういう場合はもう1頭ごとに角度を変えてどこでこう当たりがあるかっていうのをね見ながら釣りをするといいですね。なんか今井さん釣ってるし、あれアジじゃない？ちょっと抜け駆け、人が一生懸命解説してる時にさ、今井さんなんだろうそれ、サバ釣っちゃって、ワームなんですか？バーニー？出た S の 1g。 出た抜け駆けどの辺のレンジでした？上？中層です。中層ですか？はい、ダートで？ダートで。おってことです。いいな。でもアジじゃないですからまだ。サバですか？これからですよ、これからサバですよ、サバ。全然悔しくない。ドラグ出てたな。結構サバも上がってたらいいなね、サバ回ってるってことはやっぱ外のね結構潮回ってるんじゃないかな、いい潮が。で中層って言ってたので、沖のね17カウントだったのでだいたい半分ぐらい、8カウントぐらい、そこをちょっと狙いましょうか。結構今パール系のねこのチャートカラー使ってたんですけど、ちょっとねクリア系で今井さん釣ってるんで僕もクリア系に変えます、ね、釣れてるカラーに合わせていけばいいんですから。なのでちょっとこれ新色、ね、このカラーバーニーの UV のねムラムラっ子。なんでムラムラっ子かとね薄い紫色着てるのと紫のラーメン、あとゴールドのラーメン、それとあとケイムラ UV ですね、これが入ってるんで UV のムラムラ、この色ねデイナイト問わず万能なカラーなんでこれでいきます。まっすぐ刺すだけね、それでちゃんとワームが持ってる本来のアクションをね出してあげるようにする。絶対そっちの方がいいです。お、来た来た来た、なんだ、なんか来たぞ。さあこのブルブル感は何が釣れたかな。アジだったらすごいいい味ですね。味だったらなんかちょっとこれはあれっすね、サバサバでもいいんですよ。釣れたら楽しいもん、こうやってねドラグ出てガップル、こんなガップル食ってもうサバは完全に騙せたってことですね、これでね。こう飲まれすぎちゃうと取りにくいでしょ。そういう時のこうフォーセップ、こういうのあると簡単に取れるんで、簡単に取れるでしょ。サバちゃん釣れた、釣れたよ、よかった今バーニーを使ってるんだけど、ちょっとだけこうねちっこいやつに変えます。バーニーこれね今使ったのがで、これストレート系のピピンはちょっと長いんで多分ちょっと吸い込めない。なるとチョップかもしくはもう究極はこいつですね。2センチですからね、メガロパ、名前の通りこう甲殻類の妖精ですよね。これでいっちゃおうかな。ちょっとこれでいきますか。メガロパでいきましょう。バームを小さくして吸わせちゃえばいい。吸わせちゃえ作戦ですよ。吸っちゃってっつってね。
笑っちゃってるじゃないですか。プルプルしてるじゃないですか。大丈夫ですかね。じゃあほらちっちゃい、まあちっちゃいね。これでいきます。メガロパで、カラーは同じ UV のムラムラコね。当たってるカラーなんでカラーだけは一緒。あえて極端に小さくしたのは、本当に小さいものを食べてるのかどうなのかとをこう判別する。本当はね、小さくするとね、それだけねこう波動がね微波動になってしまうので、魚に対してのアピールはね減っちゃうんですよ。それなんですが、小さいものを本当に好んで食べてるようであれば小さいサイズにしてあげる、狙ってるという狙いで今メガロパ約半分、バーニーの半分まで小さくしました。でね、このメガロパね、こうワームが小さいんでバーニーと同じような動きを出すとほぼほぼ動かないぐらい、テールのこうツインテールになってる部分がこうもぞもぞって動いてるだけになっちゃうんですよね。なのでこのメガロパもアピールさせたい時は割とちょっとシャープに強めに動かしてあげてください。そうするとこう釣れちゃうわけですよ。こうやってね、強めにアピールさせるとこうやってダートしてサバだけと釣れちゃうと、ね、ゲット。やばいね。やっぱ多分ね、ちょっとこう浮遊してるような何かを食べてるような感じですよね、これで。でダートピュンピュン飛ばしてふわっと落ちた時にパクッと当たってきたんで、やっぱりちょっと小さめの何かを食べてる可能性があるんですね。おかしいな、もうアジいっぱい釣れてるって、もう帰るつもりだったんだけどな。釣れるって聞いたんだよな。今ちょっと潮とか早いんでメガロパからちょっとワームをね、こっちチョップです。ウエイトはね 0.5 からの 0.8、 ちょっと重くした感じ。これでいきます。このチョップ面白いのがリブが斜めについてるでしょね。これなんで斜めについてるかっていうと、わざとねこう浮き上がりにくいような抵抗を受けるようにこうアクションさせた時にこうストップ、こう上向きますよね、ヘッドがねこうやってクッて、その時に一番面を水の抵抗をここで斜めにして受けるようにしてる。だからこれはね浮き上がりにくいセッティングで、逆に言っちゃうと今度逆にこう針先をこっちリブの先端を上にした時、そうすると今度ホールする時こう下がりますよね。そうすると全部水でここを受けるじゃないですか、こう抵抗がね、水をね。そうするとホールがゆっくりなる、ね、こういう使い方ができるワームチョップ、これでいきますよ。とりあえずちょっと大きめからね。でチョップテールがねこうパドルテール、フラットのパドルテールなんで、割と従来のワーム小さいですけどアピールねちょっと強めなので、こう細かい動きでも水をね攪拌する力結構強いです。なのでちょっと小さめのシェイクからやってください。こうちょこ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 っともぞもぞ動かすような感じ。当たりがない。弾丸します。ちょっとポイント変えてみましょうか。今まで当たってたとこ通しても当たりがない。多分ね潮が多分ちょっと変わって群れがどっかに行っちゃってると思うので、魚を探して弾丸でちょっとポイントね移動してみます。誰もいなそうだもんな。いいっすね、ベイエリアっぽいね。自己責任を取ると、はい、ライフジャケットしてます。一人じゃないです。はい、浮き輪あり。じゃあ早速ですけど、ちょっとねポイントをね移動してきました。でさっきのポイントねちょっと当たりがなくなったのと、あと上げ潮になってからね横風がかなり強くなってきたので、風裏こちらを探して今ね
こう赤い大きい橋のたもとにやってきてます。でここも、まあ大きい橋かかってて、まあ、航路状になってるようなポイントで、まあ、見た目も結構ね潮がねブワーッと効いてそうなので、橋のね基礎が割とね近くにあるんですけど、これがあるので多少こう潮のね潮流の変化があるので、まあちょっとでもね揺れがあるような場所であればアジとか溜まりやすいと思うので、ここをちょっと、ね、やってみます。でワームは、さっきから使ってる、チョップですねの方の UV 赤身彦、それにスナベット SS の 0.8、 これからいきますね。で割とね足元高いんですけど、まあどれぐらいの水深あるかちょっと大きい、まあ、正面ぐらいは投げてみます。結構潮が速いのかな、流されるな。25カウントでだいたい糸がちょっとたるむんで、まあ流されながらですけど、今 0.8g でチョップで27カウントだから、さっきのところよりもちょっと深そうですね。さっきのところはね左から右に潮上がってたんですけど、ここちょっとポイント変わってきて逆の右から左側に今ね流れてる状況ですね。でこうちょうど手前のこの橋脚のところから、まあ、沖のね一番太い流れからこの橋脚に当たってちょうどここ細くなって潮が抜けていくような状況だと思います。で割となんか表面ね、まあ稲っ子なのか分かんないですけど、たまにベイトがねピチャピチャっと跳ねてるので魚っ気自体も結構あるような状況で、ちょっと期待しても良さそうかなとは思いますね。ただね誰も釣り人がいないっていうね。で足元にちょうどね基礎みたいな感じでちょっと入ってるので、こういう感じですね、入ってるので結構ねこういう基礎でザブザブしますよね、波が当たって。そういうとこね酸素量結構増えるんで、割と手前ももしかしたらチャンスかもしれないんで、ちょっと手前狙ってみます。12カウントぐらいか。やっぱ手前ちょっと浅いんだな。でちょうどここね影になってて、ちょうどこう木が結構うっそうと生えてるんですけど、それがね太陽をカバーしてくれてこうシェードになってる、影になってるような状況ですね。お、来た。お、なんだやったぞ、いたぞ、やっぱり手前にいたアジ。かわいいサイズだけど、これすごい太ってるね。パンパンだねあ、ちょっとまずはね、このサイズはね、まあ全然そんなにマックスで15センチあるかないかですね。ちっちゃいサイズだけど、これ見て、これ厚い、湾内のアジっぽい感じですよ。いや、しかも食い方が半端ない。ほら奥まで疑いなく吸っちゃってるもんね。うわ、ここまでですよ。ここまでスポッて吸っちゃうぐらい、このワームのね大きさと波動、それとジベットのウェイトが合ってると、ここまでバックいっちゃうんですね。いや、まだ明るいのにやっちゃったね。嬉しいね。油乗ってんじゃないですかやったりましたわ。いるよ、いた。もう見つけちゃえばこっちのもんでしょ。もう沖じゃなく手前にいた。しかもボトムからちょっとだけ浮いた感じってことはですよ、もう一回狙えばいいわけですよ。ほんと手前、この1メーター、竿ね1本分ぐらい、これ5フィート出したんだから150センチぐらい、その以内を11カウントまで沈めてあげて、でこうもぞもぞ動かしてくる。逆にね、こう今左側投げましたけど、今度こっち側潮紙の方に投げてる。ほんとアンダーでちょい投げできるエリアで十分。お、しくったぞ、ポール中。今度は何だろう、
アジだったらいいな、アジだったらいいな。いや結構上の方だね今のも。これも食い方すごい綺麗にすっぽり、お口パックリですよ。これもいいとこかかってる。絶対バレないもんね、ここまで深く吸ってくれちゃえば。もうハマったね。いやね、こうやってパターンにはめていく釣り、これがねアジングの醍醐味ですんで、手軽にできちゃうアジング、しかもこう夕方夕涼みがてらにね来てもいいですよね。いやいや楽しいっすね。よーし分かっちゃったぞ。フォール中止めてる時に当たってくるので、今ねこう浮き上がりにくいようなセッティングになってるじゃないですか。この刺し方になってるじゃないですか。だからちょっとねフォールでアジが食べやすくなるように、ちょっとフォールをねゆっくりできる逆の刺し方、こっち向きに刺します。こんな感じね。こうすると抵抗をね、水全部ここリブが斜めのリブが受けてくれるので、少しでもねこうゆっくり押してくれますので、こっちへ行きます。いやーポイントね、粘らず割とこう欄干でねこう移動してきて正解でしたね。やっぱこう当たりがない時こう粘っちゃうとね、どうしても魚をね連れてくることできないですよね。だけどこうやって移動してくると魚がいれば釣れちゃうわけですよ。これなんだろう、これアジだったらちょっといいサイズなんじゃないのかな。アジだったらちょっと一回り大きいアジじゃない。よいしょっとほらアジサイズアップいいんじゃない。これ20センチいったでしょ。これは太いね。わかるよこれ。ほら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 太いっすよ。やったねこれねサイズがね、全長だと20センチ超えてますね。僕マックス24センチなんですよ、この手がねが超えてるから、全長で多分ね25あるかないかぐらいですね。いやありましたわ。今ね渋いって言われてた大阪いますよ、アジは。やったね。イエーイ。ですね、今ねこう UV のね赤みとクリア系のね赤の UV カラー、これがね効いてるんですけど、これ釣れるってもう分かっちゃったじゃないですか。でもしかしたらこれよりももっと釣れる色があるかもしれないっていうので、ちょっとね対照的クリアの UV 系からこうソリッド系スケーナイカラーの派手なカラーね、それのシャインマスカット、これでいきますね。でワームはチョップで当たってるカラーで、これで色をねこのド派手なカラーにしてどう当たりが出るのか。もしかしたら派手すぎて目立ちすぎちゃってね、今の仕様だとアジに見切られる可能性があるね、そういうのが分かるので、とりあえずカラーを描いてみます、ね、今までは結構綺麗に騙せてたけど、今度はちゃんと騙せるかどうか。2、3投ぐらいしてね、当たりがなければ元のカラーに戻す。ただねこう真っ暗な状態だったりとか、ちょっとこう潮がねすごい茶色い潮とかという時はこのカラー強いんですけど、今の状況だと明るいのでまだ光量がある、太陽光のね明るさがあるんで、もしかするとね見切られやすいかなとは思うんですが、あえて変えてみました、逆の色に。そうすることでもうカラーローテーションの色のね迷いが減る、ね、そのためにカラーローテーションしました。だから今の気持ち的に言うとこの色では本当は当たってほしくない。釣りたいですよ、釣りたいですけど、これで当たっちゃうとあれこの色も食べちゃうんだっていうことが分かっちゃう。なのでちょっとね真逆の色でカラーローテーションの使わなくていい色、それをね絞り出してるからですね。これだけ対照的なカラーに変えた途端当たらないもんで、あ釣れた、来たけどサバね、さっきまでアジだったけど今度サバですよ。
ナイスヘッドバンキング。こんななったらしたね釣れたんですけど、やっぱサバだった。サバだったってことはアジは見切ってて、よりこう活性の速いねサバの方が先に食べちゃってるってことが分かりますよね。なのでこれで当たりがない、もしくはサバだったらまた元のカラーに戻してみて反応を狙う。こうやってねアジワームって結構いろんなカラーが出てるじゃないですか。でテトラワークスの方からでも今ね15色ぐらい全部のカラーが出てるので、その中でねこう好きなカラーをね見つけてあげる。で自分の好きなカラーの中でちょっとだけ違う色、それから対照色を必ずね3色ぐらいパターンで入れといてください。でその中でどの色がどのフィールドで合うか、これをね見つけてあげる。そうすることによって人よりも釣れることができるし、アジをすれさせないで自分だけ爆釣とかね、そういうこともできます。よし、これ当たんない、当たらないね。ってことはこのカラー、今シャインマスカットってカラーは今ここにいるアジに対しては強すぎる、ね、今日の僕のラッキーカラーレモンイエローだったんですけど、残念ながらラッキーではなかったと思います、ね、なので元のクリア系の UV の赤みこ、こちらに変えます。で今使ったのこれにした途端当たりが減った。なのでもう一度このカラーに変えてみます。これでまた数頭で釣れてしまうようであれば、完全にこのカラーがアジが好んで食べてる、ね、そうやって分かるので、必ずこのね答え合わせ絶対やってください。ホールで当たってるのでこの刺し方ね、リブの先端が上側にこう斜めになる。そうするとホール中にこう抵抗になってゆっくり落ちてくるんですから落ちてきます。すごいね、いきなりだよ、ホール中ゴーゴーンって。ほらサバかな、いやアジっぽいけどな。ほらアジすごくない？これだけ違うんですよ、カラーだけでね。変えてすぐ1投目、しかもホール中からね、こうやってローテーションして答え合わせをする。これはね絶対大事ですのでやってくださいね。当たらん。ってことはですよ、今こっち側に行ったアジが僕クラスの人間になってしまうと、多分こっち側に行ったってことは推測で分かるので、こっちで狙い撃ちですよ。ほらね来たよ。やっぱりこう潮にね登って上がってくるような感じ。おー、これもちょっと良さそうなのかな。あららららららら、ちょっとゴミが絡んじゃったけど、よいしょっと、これもいい味だねほらやっぱりねこうね、この護岸沿い、それを回遊してる感じですね。これも20いったね。これも20センチ超えてる感じのいい太い味です。やったりましたわ。おおおお、元気いい。よいしょよいしょよいしょっと。ほらこれも20超えた。いい感じねしてやったり。あ、これだからアジングはやめられない。
はい、といったわけでですね、今回は秋口からね冬場にかけて楽しめる手軽な、ね、ライトゲームでのアジング、しかもワンタックルジゲット単体のみ、これでいろんなね状況に合わせたパターンのねフィッシング、これをねやってみました。でアジがいない時はすく南岸でね、当たりがあったらカラーを探すと、それとワームのタイプを探すと、それだけで今みたいにねバババッと連続でね釣ることができます。ですから皆さんもぜひちょっとね実践をしていただいて楽しいアジングをやってみてください。では最後までご視聴いただきましてありがとうございました。いやー楽しかったね。またね。